はい、どうも、ハブシライムです。今回はサムネとタイトル通り、秋葉原にある漫画喫茶を紹介していこうと思います。時刻は22時を過ぎたところ、宿泊所としても利用できますからね。それを踏まえながら見ていきましょう。秋葉原電気街口 UDX 側からスタート。最近は夜になるとパフォーマーが現れるようになりましたね。ホコ天で自由にできない分、ここでやってるのかな。そんなパフォーマーに負けないアトレのコラボポスター。今回は東宝プロジェクトですね。さすがに22時過ぎると人がかなり減るので、こうやってじっくり見ることもできます。ちなみに東宝っていうのは同人の弾幕 STG なんですけど、たまにエロゲーっていうやつがいるんですよ。違いますからね。いろいろ種類があるんですけど、とりあえずコーマ感から触ってみるといいかもしれません。東宝のキャラに見送られ、ラジオ会館とパブロの通り。知ってる方も多いと思うんですけど、パブロのところは元レアンです。最近は駿河屋も早く閉まるようになりましたね。夜中の2時まではさすがにやりすぎだと思っていました。その駿河屋を左折、見えてくるのはカラオケ館でございます。違うだろう。その上、漫画ネット館でございます。料金体系はこんな感じ。パックの方が安いパターンですね。自分はプライベートブースをお借りしました。まず入って思ったことは壁がめちゃくちゃ高い。身長172センチの自分にとってはほとんど個室ですね、これ。ブース内もめちゃくちゃ広いです。軽く手広げただけだと周りにぶつかりません。鍵も簡易ですがかけることが可能。PC のスペックはこんな感じ。最新ゲームは無理でしょう。でも床はふかふか。もう寝ることは余裕ですね。ドリンクの種類はあまり多くないんですけど、紙コップで出てくるっていうのがなかなかいい。トイレとジュースを同時に行くときとかめっちゃ困りますからね。ここの漫画喫茶は7、8、9、10って4フロアを占拠してるんですけども、その各階に漫画が散らばってるっていう感じ。自分の好きな漫画が多い階に当たればいいんですけど、外れると最大4回分昇降する必要があります。それが地味にきつかった。もちろんシャワーもあり、階段昇降後に気持ちよさそう。通常ブースはこんな感じ。数百円しか変わらないので、プライベートを推奨ですね。秋葉原駅から最も近い漫画喫茶を探すなら、ここ一択でしょう。さて、万世橋にほど近い中央通り。さすがに閉めてる店が多い中、目立つのはラムタラ。数十年秋葉原通っても全く変わらない、まさに不変のお店。その不変のお店の一つ、富士そばがリニューアルされました。まだ中には入ってないんですけど、見た感じめっちゃくちゃ綺麗になりましたね。いいことだ。時刻は22時29分。人もかなりまばらになっていますね。そしてやっぱり気になるのはビラビラ通り。この時間帯に行くのはマジで久しぶりです。22時以降秋葉原を楽しめるの動画以来ではないんですが、どう変わっているのか。セガができたおかげでね、かなりここら辺明るくなっていますね。例のあんちゃんとかはいない感じでした。まったりビラビラ通りを歩くならこの時間帯なんでしょうね。神田明神通りの危ない横断歩道を渡るとすぐに見えてくるモンキーネット秋葉原店。2009年からある老舗中の老舗。全部映りきってないんですけど、料金体系はこんな感じ。漫画ネット館よりもちょっと高いんですけど、ちゃんと訳がございます。正直ブース内はかなり狭い。おそらく皆さんが思い浮かべる漫画喫茶です。仕切りもおそらく170ないかな。実際にブース内で立つとこんな感じ。横もかなりきつい感じですね。簡易的な鍵はあり、おいおい、じゃあメリットないじゃんって思われがちなんですけども、実はあるんですよ。その答えはドリンクバーにございます。そうです。お菓子食べ放題なんですよ。それだけではなく、朝はトースト、ゆで卵が食べ放題。極めつけはソフトクリーム。至福の瞬間です。PC のスペックはこんな感じ。ネットゲームをしたい場合は別のコースがあるのでそちらを。4階にコミックが集められていて、各階にドリンクバーがあるって感じ。
それから今回初めてシャワーを借りたんですけど、めちゃくちゃ綺麗でびっくりしました。シャンプーやボディーソープはもちろん、清潔なタオルまで貸していただきました。場所によっては本当にシャワーだけっていうところもあるので、これはめっちゃありがたかったです。宿泊は正直慣れないときついです。でも食べ放題と朝ごはんのトースト、もうそれだけのために通っちゃってます。再び中央通りへ、いつも通り末広町方面に向かいます。そういえば、この道沿いに漫画喫茶ってないのかな？わかりやすくていいんだけどな。はーい、ございます。モンキーネットから歩いて数分。土日はオタクの巣窟と化すサイゼリアの上、アイカフェでございます。料金体系はなんとお得なパック料金に自動切り替えだそうです。これはありがたい。まずブースに来てめっちゃ驚いたのは、なんとオートロック式でございます。伝票をタッチしてカシャッと音がしたら入れるっていう。満喫ですからね、これ。んで、壁もめちゃくちゃ高いです。今まで回った満喫で一番高いですね、これは。背伸びしても絶対相手側見えません。それくらい高いです。今手を思いっきり上に伸ばしてあれだったんで、横幅も半端じゃない。もう手を伸ばしても楽々です。当然足元も広々。床もふかふか十分寝れます。PC のスペックはこんな感じ。ゲーミングじゃないのに i7 乗ってる自身で十分すぎる。ドリンクバーの数も驚異的。ホットからアイスまでほとんど網羅してる印象です。そしてソフトクリームもございました。お菓子食べ放題やったらやばいなこれ。さらにはめちゃくちゃ大きなオープンスペース。そのスペースの横にはゲーミングエリア。さらにはマッサージコーナーまで。外出用のロッカーもかなり安い。2フロアを占拠してるだけなので階段昇降も楽々。あまりに快適すぎちゃって漫画喫茶っていうことを忘れてしまいます。ランチはもう安すぎる。満喫自体の料金も今回行ったところで一番安かった。デメリットとすれば駅から少し遠いってことぐらい。それを我慢できるならここは最強。もはや秋葉とは思えない静寂感。でも逆にこう思う方もいると思います。ちょっと寂しいかなって。そんな時少しでも寂しさを癒してくれる漫画喫茶がございます。それこそが末広町の目の前にある京風ネットカフェ、なごみスタイル。京都をイメージしたまさに和風のネットカフェ。料金体系はこんな感じ。ちょっとお高めな理由はちゃんとございます。入り口はまさに和風を押し出した雰囲気。地下1階にあるところがまた雰囲気変わっていいですね。ただ残念ながら撮影は禁止。というわけで公式から写真を。料金がちょっとお高めなのは見ての通り、着物を着た綺麗な女性が迎えてくれるんですね。まさに大正ロマン。もちろんブースも和風全開。高さは180くらいはありましたね。それから驚いたのは漫画の品揃え。おそらく秋葉原の漫画喫茶で一番品揃えがいいんじゃないでしょうか。店内に香るほのかな線香の匂いもすっごい良かった。2005年に開店、14年も秋葉原に生き残っているのは漫画喫茶としての需要をしっかり捉えてるからでしょう。さて、中央通りから秋葉原方面へ。何気なくスルーしてしまう光景ですが、こういう方がいるからこそ今の秋葉原は綺麗なのです。というかポイ捨てはダメ。ちゃんと感謝いたしましょう。ここまで色々な漫画喫茶を回ってきたんですけども、どの漫画喫茶にも大きな弱点があることをご存知でしょうか？それは音でございます。ブースに高さがあっても上は吹き抜け、声は出せないのはもちろん、ドアの開け閉めやパソコンのタイピング音まで丸聞こえ。その音を完全にシャットアウトした漫画喫茶が現れました。それが快活クラブ。なんと鍵付きの完全防音個室があるんです。料金体系は満喫よりもやっぱり高い。でもですね、個室で防音っていうのはめちゃくちゃメリットあるんではないでしょうか。同じビル内には居酒屋もいっぱい。終電逃しても安心ですね。ただ残念ながら今回は満室でした。数がちょっと少なかったですね。早めに行った方がいいかも。完全防音個室の満喫見たかったな。ご安心ください。見せてあげます。JR ホテルが完成間近。それでも自分はこっちを使い続けます。花太郎秋葉原本店。昭和通り口のすぐのところですね。秋葉原公園の近くって言った方がわかりやすいかな。3150円で完全防音個室を確保。カウチかフラットマットを選べば完全にホテルです。
中に入ればこの通り天井がある完全防音個室。快活クラブもこんな感じなはず。中は広くもなく狭くもなく程よい広さ。もちろん余裕で寝ることも可能。で、自分の好きなタイミングで電気を落として消灯。これは個室じゃないと絶対にできないことですね。もちろんパソコンもあり、ですがあるだけですね。スペック取り忘れちゃったんですけど、コア2ディオでした。まさかの。快活クラブだと漫画はあるみたいなんですけど、こっちは DVD のみ。9割方そっち系なので注意。ヘッドフォンなしで大音量で見られる幸せ。なぜか多くのティッシュとビニール袋。まあこれは察してください。ドリンクバーはないんですけど、各階に必ず自販機があるので飲み物には困りませんね。持ち込みはもちろん OK、レンジポットもあります。それから秋葉の花太郎はトイレがめちゃくちゃ綺麗。シャワーも言わずもがな。女性禁制、漫画もドリンクバーもない代わりにビジホに次ぐ快適さなのは間違いないです。はーい。ってなわけで、秋葉原にある漫画喫茶、プラス DVD 試写室、紹介してみましたがどうでしたでしょうか？個人的に思ったのは、秋葉原の漫画喫茶減りましたね。昔はゲラゲラとかアプレッショとかあった記憶があるんですけど、これもビジネスホテルが増えたからかもしれませんね。でも膨大な漫画をジュースやアイス、そしてお菓子を食べながら好きなだけ読める。これは漫画喫茶の醍醐味です。次は快活クラブに行きたいな。それではまた次の動画で会いましょう。さようなら。